はいどうも、ビバです。すっかり寒くなりましたね。こちらの気温は現在16度。室温はちょっと高くて20度ぐらいはキープしているんですが、熱帯魚にとってはさすがに水が冷たい季節になりました。そろそろヒーターを検討している方いると思うんですが、こういった小型の水槽でベタとかを飼育している方、小さい水槽だからどんなヒーターを入れればいいか悩んでるなっていう人多いんじゃないでしょうか。悩んでない人は一応困ってるふりをしながらこの動画をご覧ください。一応小型水槽以外の方にも役立つ情報が今回の動画で出てきます。今回はこれからの寒い季節、小型の水槽に設置するヒーター、ちょっと面白いヒーターを見つけたのでそれを紹介していきます。我が家にある小型の水槽というと、こちらのグラステリアフィット150プラス、後ろにあるこれですね。水量は 3.5 リットル、ベタ飼育の最強水槽ということで、ビバーカーはこの水槽を推しています。こちらの背の低いのはこれのキューブタイプですね。高さが低くなっているので水量は 2.5 リットル。ちょっと生態飼育にはちっちゃいかなっていう感じで、例えば薬浴の時の隔離水槽とかに使えるかもしれません。小型水槽用のヒーターで当チャンネルで紹介したのはこちら、日総のプロテクトオートスーパーミニ。見ての通りめちゃめちゃちっちゃくてめちゃめちゃ薄い、こういった小型水槽でもすっきりと設置することができます。こちら従来 AC アダプターの製品だったんですけど、現在流通しているであろう新モデルはなんと USB になりました。これは飛躍的な進化。現在のライフスタイルにマッチしたコンパクトヒーターです。こちらの 10W ヒーターは4リットルぐらいの水量対応なんですが、もうちょっと強いヒーターがいいなっていう人は 20W タイプもあります。こちらは長さと幅が若干大きいんですけど、薄さは同じ。こちらも非常にスリムなコンパクトなヒーターになっています。そしてこの 20W ヒーターも現在流通しているモデルはめっちゃちっちゃくなってます。こちらは AC アダプターなんですけど、サイズは 10W タイプと全く同じになりました。20W でこのサイズ、めちゃめちゃちっちゃいですね。こちらは水量8リットルまでの対応になります。現在流通しているのはこっちの新しいタイプになると思うんですけど、古いタイプも合わせて全て26度設定のオートヒーターになります。これも過去に動画で紹介してますので、下の動画説明欄からチェックしてみてください。個人的には小型水槽にはこのヒーター最強だなって思ってたんですけど、唯一の弱点はオートヒーターであるということ。一応26度設定ではあるんですが、やっぱり寒い時期とかは実際の水温は26度まで温まらないこともしばしば、もしくは熱帯魚の薬浴とかの時に水温高めに設定したいっていう時もあると思うんですけど、オートヒーターだと当然温度設定はできず、サーモスタット付きのヒーターだとどうしてもサイズが大きいので、プラケースとかではちょっと使いづらいところもあります。そこで今回紹介するのは超小型で、しかも温度設定のできる USB タイプのヒーター。小型水槽用ヒーターとしても、遠浴とかに使う時のヒーターとしても結構使えそうなので、ちょっと気になる人もいるんじゃないでしょうか。今回紹介するヒーターはこちらです。ちょっと怪しげな日本語が一つもない黒い箱。だいたい想像つくと思うんですけど、いわゆる中華製のちょっと出どころのよくわからないヒーターです。今回は Amazon で2個セットのものを購入しました。先ほども紹介した通り USB で超小型で温度設定もできる、かなりいいとこ取りのヒーターなんですけど、出どころがよくわからない、製造メーカーもよくわからないということで、耐久性については未知数。もし使う方は自己責任でお願いします。じゃあこちらの超小型 USB のヒーターを紹介していきます。こちらのヒーターなんですが、商品名や製造メーカーはよくわかりません。今回は Amazon で購入したんですけど、まず値段が安いです。2個セットで2000円、送料が400円ちょっとかかっちゃうんですけど、いろんな出品者から同じ商品出てますので、もっと安いものもあるかもしれません。一応外箱にはモデルが記載されてるんですが、今回の商品は 5V2A の 10W タイプですね。パッケージ内容はヒーター本体と水温設定のリモコン、稼働中はここに水温がデジタルで表示されます。あとはガラス面に取り付けるクリップと吸盤、結構大きめの吸盤がついているのでしっかりくっつくかもしれない。そして電源は USB、 いろんなところから電源取りやすそうですね。取扱説明書は英語になっています。最近スマホで翻訳できると思うので頑張って読んでみてください。ではこのヒーターのサイズを見ていきます。見ての通りめちゃめちゃちっちゃいですね。親指サイズ、人によっては
小指サイズとも言えるかもしれません。実際の寸法はというと、ヒーター本体は5センチちょっと、ヒーターの直径は2センチぐらいですかね。これよりちっちゃいヒーターってあるんだろうか。一応10ワットヒーターなので、水量は4リットルぐらい対応だと思います。そして本体から伸びるコードの先にコントローラー部分があって、そこから短いコードがあって USB プラグにつながります。コードは若干太くて硬め、これはちょっと残念ポイントですね。クリップには吸盤をはめるスリットがあって、ここにはめてくるっと90度回す。これで外れなくなります。クリップは本体のこの黒いラベルのところかな、ここに挟み込んで、これでガラス面にペタッと貼り付けます。それではコントローラー部分と水温設定方法などをチェックしていきます。まずは電源を入れる前にヒーターを水槽内にセットします。そして USB の電源を、ちょっとこれコード短いの使いづらいですね。来ました。電源投入後しばらくすると現在の水温が表示されます。これは多分ヒーターに水温のセンサーが内蔵されてるのかな。このランプがついてるとおそらく加温中。そしてこのヒーターは18度から34度まで設定温度を変えることができます。設定温度の変更方法はコントローラーにある丸いボタン、これを押していくと 0.5 度刻みでどんどん数字が変わっていきます。34超えると18に戻る。緑ランプがつくとおそらくヒーターは停止中。今回は26度ぐらいに設定してみます。28にしよう。設定終わると点滅して設定が確定されます。これで今ヒーターは28度まで水温を上げようと加温してくれます。しばらく放置して28度になるのを待ちましょう。水温はこのコントローラーと水槽内に入れてるテトラのデジタル水温計、あとはエバリスの水温計2本入れています。多分一番正確なのはエバリスかなと思うんですけど、エバリスとテトラ、それらに近い水温を示してくれればこの水温計の表示も信頼性が上がりそうです。じゃあしばらく待ってみます。ちなみにちゃんと中の水は水中モーターで回してます。今3時間ほど経ちました。コントローラーに表示の水温は 27.8 度、27.9 度になると緑のランプが点灯して加温が停止されます。なので設定温度に達したらちゃんとヒーターは止まる。ただ実際の水温見てみると 26.5 度、テトラの水温計も2つ設置してあるエバリスの水温計もだいたい 26.5 度から27度なので、ヒーターのコントローラーに表示される水温は 1.5 度ぐらい差がありますね。ちょっと精度は低い。もちろん個体差はあると思うんですけど、これは 29.5 度に設定すれば水温28度まで持っていけるのかな。もうちょっと様子見たいと思います。今だいたい 29.5 度付近まで上がりました。実際の水温はというと 27.7 度、やっぱり 1.5 度ぐらい誤差があります。ちなみに2つ入ってたので両方とも試してみたんですけど、もう片方は2度ぐらい誤差がありましたね。水温計としての精度はやっぱり不安があります。ただ実際の水温との誤差を1回確定してしまえば狙った水温までは上げられると思います。小型水槽用のヒーターとして使える他に、こういった小さめのプラケースで魚の治療をする時にも有効に使えます。例えば白点病の治療だと水温30度とかで薬浴すると治療のサイクル早まるんですけど、こういったプラケースに入るサイズの小さなヒーター、これだとオートヒーターなので26度までしか水温を上げることができません。大抵オートヒーターも誤差があってマイナス1度とかちょっと低めの水温までしかキープできないことが多いので、これだとサイズは入るんですけど薬浴のためには使いづらいです。温度調節のできるヒーターも当然あるんですけど、大抵サイズがでかいんですよね。このヒーターだとプラケースにはちょっと入りません。万が一水面にヒーターが露出しちゃうと火災の危険もあるので、もし使うのであればプラケースではなくてもっと大きい30センチ水槽とかを使う必要があります。その場合薬によってはシリコンが青く染まってしまったりするので、ちょっと使いづらいっていう人もいるかもしれません。今回紹介しているこちらの超小型の温度調節のできるヒーターだと、こういった小さなプラケースでも底の方に貼り付ければヒーターは露出しないですし、水温も34度まで上げることができます。今回は製品個体差でマイナス2度誤差があるんですけど、それでも32度までは上げられそうです。
当然室温とか考慮するとそこまでは上がらないんですけど、26度設定のオートヒーターよりは水温上げられると思います。ちょっと耐久性はわかんないですけど、一つ持っておくと意外と使えるかもしれませんね。というわけで今回は Amazon で見つけた超小型の USB ヒーター、しかも温度調節もできてしまうちょっと面白いヒーター、人柱的に購入してレビューをしてみました。やっぱりこの超小型サイズは魅力的。10W ヒーターなので水量4リットルぐらいの小さな水槽向きのヒーターです。そして18度から34度まで温度調節ができるのがこのヒーターのポイント。小型のヒーターは26度設定のオートヒーターが多いんですけど、こちらはなんと温度調節ができる。これメリット感じる人多いと思います。そして電源は最近の小型ヒーターの主流になりつつある USB。10W ぐらいのヒーターだと USB で駆動するんですね。これ何気に便利。変換アダプターはついてないので、コンセントから電源取りたい人は別途用意する必要があります。そしてこちらのヒーターは事故防止機能として36度を超えると自動で停止するみたいです。ただ36度だとタフな生態以外は危険ですね。これはもう壊れないように祈るしかないと思います。逆にヒーターが壊れて水温が上がらなくなった時、今回購入したのは2個セットで2000円なので、ちょっと強引なやり方ですけど、1つの水槽にヒーター2つ設置するのもありかと思います。どちらかが壊れてももう片方でしっかり加温できるので、一応保険にはなるかなと思います。今30度設定にしてみたんですけど、水温は28度まで上がりました。やっぱり2度ぐらい表示に誤差がありますね。もしくは一般的なオートヒーターに見られるように、設定温度より1度か2度低い水温までしか加温できない、そういった可能性もあります。水温表示は若干誤差があるのと、製造メーカーもよくわからないので、個体の当たり外れ、耐久性などはよくわからない、そんなヒーターを紹介してみました。もし今回の動画でこのヒーター良くも悪くも気になった人は、下の動画説明欄から商品チェックしてみてください。個人的にはこのサイズのヒーター、もしかしたらいろんな使い方ができそうでちょっと期待しています。一応これ水から出してますけど、こっちの電源の入ってるコントローラーはこちらの水槽の中のヒーターのものなのでご安心ください。2個セットで2000円ぐらい、1個1000円ちょっとですね。壊れないで使えればいいんですけどね。もし壊れた時はまた動画で紹介したいと思います。もし今回の動画参考になった、面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。